今日は新生姜の甘酢漬けを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は新生姜の甘酢漬けを作りたいと思います。今回の甘酢漬けなんですけれども、淡いピンク色に仕上げる方法をご紹介していきます。で、こちらの甘酢漬けはですね、しっかり保存していただければ 2,3 ヶ月召し上がっていただけるレシピです。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。新生姜、お酢、お砂糖、塩。今回はこちらの材料で作っていきます。使うお酢なんですけれども、今回は米酢を使っていきます。こちらは穀物酢を使ったりとか、あとはね、お好みでリンゴ酢なんか使っていただいても OK です。お好みでもうちょっと甘くしたりとか、あとはもう少ししょっぱい方がいいなっていう時は塩を加えたりね、お好みで調整してみてください。新生姜はね、このように上の部分が赤くなってます。とてもね、みずみずしくて美味しいので、ぜひね、この時期に作ってみてください。ということで、早速こちらの材料で作っていきます。ではね、まずね、生姜を切っていきます。で、こんな感じでつながってるので、こちら切りやすくね、こうやって切りましょう。今回のね、甘酢漬けはピンク色になる甘酢漬けなんですけれども、そのね、ピンク色にする方法は、生姜のこの赤くなってる先端の部分、こちらをね、一緒に漬け込んでいきます。そうするとピンク色で綺麗な仕上がりになります。このピンクい部分だけ切り落とします。で、こちらを後ほど使うので必ず取っておいてください。で、あとはですね、こういったちょっとね、硬くなってる部分とか乾燥してる部分があったら、こちらをね、切り落とします。はい、 OK です。そしたら続いてこちらの皮をね、こそぎ取っていきます。で、こそぎ取るときはこういったね、ティースプーンを使っていただくと簡単にできます。こうやってね、優しくさするだけでね、簡単に皮をこそぎ取ることができます。で、スプーンをね、使っていただくと、こういったくぼみの部分もクーッとね、簡単にね、皮を取ることができます。こんな感じではね、全体の皮をこそぎ取っていきます。はい、こんな感じです。このように皮をきれいにこそぎ取ってください。それではね、残りも同じようにこそぎ取っていきます。はい、全部ね、皮をこそぎ取りました。皮を取っていただくと、このように綺麗な仕上がりになります。ではね、今からこちらをスライスしていきます。でね、スライスするときは包丁でやっていただいても大丈夫ですし、あとはね、スライサーでやっていただくと一番簡単かなと思います。で、包丁で切るときはね、手を切らないように薄く切るようにしてください。はい、こんな感じです。このように薄切りしてください。で、あとね、スライサーで薄切りするときは手を切らないようにね、こういった安全装置をつけてスライスしてください。こんな感じ。このようにね、スライスしていきます。ではね、残りも同じようにスライスしていきます。で、切る時もね、スライスする時もそうなんですけれども、繊維に沿ってね、スライスするようにしてください。はい、 OK です。このようにね、薄切りしてください。この薄切りの厚さをですね、お好みで変えていただいて OK です。そうしましたら、こちらの生姜はさっと湯通しします。そうすることで生姜のね、アクと、あとは少し辛みを抜くことができます。それではね、鍋にたっぷりめの水を張って、そして火にかけます。で、こちらを一度沸騰させましょう。はい、沸騰しました。沸騰したらね、ここに生姜を入れます。で、このままね、さっとですね、だいたい30秒から1分ぐらいですね、湯通ししていきます。厚さが厚いものはね、1分30秒ほどやっていただくといいかなと思います。はい、 OK です。そしたら火を止めて湯切りします。はい、このように湯切りしてください。で、湯切りしたら少しこうやってね、広げて、そして粗熱を取ります。では続いて甘酢を作っていきます。小鍋にお酢、そしてお砂糖、あとは塩を加えます。そして火にかけましょう。火加減は中火でこのように混ぜながらね、加熱していきます。ここでね、注意していただきたいのが、沸騰させてしまうとお酢の酸味がね、飛んでしまいますので、沸騰させないように加熱していってください。で、このように混ぜながらね、お砂糖を溶かしていきます。はい、 OK です。もうね、お砂糖と塩が溶ければ OK です。そしたら火を止めます。はい、甘酢はこれで完成です。
こんな感じでね甘酢ができました。でこの時に一度味見していただいて、それでね甘さとあとはしょっぱさを調整していただくといいかなと思います。そしたらね、こちら粗熱を取った生姜の水を切りながら容器の中に入れていきます。絞る時の注意点なんですけれども、ぎゅっと絞らないようにしてください。そうするとね、生姜の繊維が崩れてシャキシャキっとした食感がなくなってしまいます。なのでこのようにね、数枚重ねていただいて、手のひらに置いて、そしてね、この指でこうやって押さえつけながら絞っていきます。はい、こんな感じ。で残りもね同じようにこうやって指で押さえながらね水分を絞っていきます。はい、水切りが終わりました。このようにね絞った水分を見ていただくと分かるんですけど、かなり濁ったの分かりますかね。このようにねしっかりねえぐみを取ることができてます。そしたらねこちら先ほど一番初めに取っておいた赤い部分ですね、これを一緒に入れます。そしてこちら甘酢ですね、まだ温かい状態の甘酢を入れます。でこれねポイントなのが温かい状態で甘酢を入れるようにしてください。そうすることで味が染みやすくなるのと、あとは生姜のね辛みを取ることができます。はい、では入れます。あとはね全体を浸しましょう。でしっかりねこの赤い部分も浸してください。この赤い部分にもね少し熱を加えることでよりピンク色になりやすくなります。はい、 OK です。今ねちょっと入れただけなんですけど、少し色が変わってきたの分かりますかね。こんな感じでどんどんピンク色になってきます。それではねしっかり生姜を漬け込んで、このまま粗熱を取って冷蔵庫で1日漬け込みます。で必ずね密閉できるこういったねホーローの容器だったりとか、あとはね清潔な瓶などを使って保存するようにしてください。ではこのまま1日待ちたいと思います。はい、このように綺麗にピンク色に染まりました。これで完成です。はい、これで新生姜の甘酢漬けの完成です。このように綺麗なピンク色に仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。シャキシャキですごく美味しいです。この甘さとしょっぱさのバランスがちょうどいいです。これパクパクいけちゃいますよね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の新生姜の甘酢漬けのポイントです。新生姜を使っていただくと普通の生姜と何が違うかっていうと、みずみずしさとか、あとは食感も違いますし、あとはこのようにピンク色に仕上げることができます。これはですね、生姜の上の赤くなってる部分ですね、それを一緒に漬け込むことでこのようなピンク色に仕上がります。この新生姜の皮むきのポイントなんですけれども、新生姜の皮はとても薄くて柔らかいです。ティースプーンを使うと簡単に皮をこそぎ取ることができます。あるいはですね、包丁の背などを使っていただいても OK です。ティースプーンを使うとね、くぼんだ部分も簡単に取れるので、ぜひこの方法でやってみてください。そして皮をこそぎ取ったら薄切りかまたはスライサーで薄くスライスしてください。でこの厚みに関しましてはお好みで変えていただいて OK です。今回私はね結構薄めに仕上げました。もしねちょっと歯ごたえが欲しい場合は少し厚めに切っていただけたらと思います。そしてこちらの生姜なんですけれども、一度軽く湯通ししてください。そうすることで生姜のアクとえぐみを取ることができます。でその後粗熱を取って生姜の水分を絞るんですけれども、水分を絞るときはギュッと絞らないようにしてください。きゅうりを絞るときみたいにギュッと絞ってしまうと生姜の繊維が崩れてシャキシャキ食感がなくなってしまいます。なので数枚重ねて手のひらに置いて、また手のひらでグーッと押さえつけながら水分を切るようにしてください。でここでねきちんと水分を取っておかないと日持ちしないので、必ず水分はしっかりと切るようにしてください。そして甘酢を作る時のポイントです。甘酢を作る時はまず甘酢の材料を小鍋に入れて沸騰させないように加熱するようにしてください。沸騰させてしまうとお酢の酸味が飛んでしまいますので注意していただけたらと思います。目安としてはお砂糖が溶ければ OK です。そしてしっかり生姜の水分を切ったら温かい甘酢をかけてください。甘酢を温かいうちにかけていただくことで生姜の辛みを取り除くことができて、かつ味も染み込みやすくなります。でこの時にですね、一番初めに切り落としていた赤い部分も一緒に入れて漬け込んでください。でその後はですね、しっかり粗熱を取って冷蔵庫で1日漬け込んで召し上がっていただけたらと思います。こちらはですね、きちんと冷蔵保存していただければだいたい2ヶ月から3ヶ月ほど召し上がっていただけると思います。このね日持ちに関しましては作り方だったりとか、あとは保存環境によっても変わってきますので、様子を見ながら判断していただけたらと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ今の時期に作ってみてください。
はい、ということで今日は新生姜の甘酢漬けを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。